皆さんこんにちは。こんにちは。今回紹介するのは、第二次世界大戦中、ソ連が運用していた中戦車 T-34 に関するお話です。映画とかゲームでよう出てくる戦車やな。当時の代表的な戦車の一つなのですが、1943年頃にちょっと変わった装甲を乗せようという案があったことを紹介していこうと思います。変わった装甲って。では早速写真を見ていきましょう。こちらです。なんかマインクラフトで作った戦車みたいになっとるで。装甲といえば一般的に金属が主体になっているのですが、これはそうではありませんでした。何で作られたんや。気になるところですが、まずは、なぜ T-34 に追加装甲の必要性が求められたのか、開発の経緯について紹介していきましょう。その前に、今回紹介する内容は、海外の個人がまとめたものであり、実際のものとは解釈が異なっていたり、正確ではない情報、翻訳上の誤りがある可能性があることをあらかじめお伝えしておきます。こんな感じなんやな。程度に止めておいてほしいってことやな。詳しいことは視聴者さんが教えてくれるので、もっと知りたい方はコメント欄を見てくださいね。視聴者さん頼みにすんな。解説ではなく紹介系チャンネルですからね。常に逃げ道を作っておく東北ずんこ。さて、あれどこまで話したっけ？装甲を積むまでの開発経緯やろ。そう、開発経緯。1943年頃、ドイツ軍の戦車には43口径から48口径に方針を伸ばした 75mm 砲が登場するなど、ソ連側としては新しい局面に入っていたそうです。この新しい火力を保有したドイツ軍がどれだけ脅威だったのか、ソ連の第三戦車軍団に所属していた兵士は、ドイツ軍の 75mm 砲を確実に防ぐことができず、完全に裸同然になったと感じる。ということを語っているそうです。戦車の装甲が簡単に抜かれてしまうということか。ソ連の戦車産業の統治機関である戦車工業人民委員部は、1942年末頃より前線で戦う戦車の防御面を改善する必要があるという認識をしていたとされています。ほう。実際にどのくらいの脅威となっているのか、1942年の8月から11月にかけ走行試験が行われました。結果、T-34 はドイツ軍が使うサブキャリバー弾という鉄鋼弾の一種では、300メートル程度の距離からでも貫通してしまう問題が発覚。あかんで。敵戦車の鉄鋼弾に対する装甲強化策を早急に行う必要があるという内容は、戦いを記した全ての報告書に記載されているほどだったといいます。試験するまでもないやん。そこで様々な追加装甲が考案され、作られるという流れになります。ゆるふわ軍事チャンネル。このドイツ戦車に抜かれてしまう問題にコラボで取り組んだのは、ソ連の第48研究所と第112号工場です。そこで誕生したのがこの戦車でした。おう、装甲みたいなやつついとるな。これは T-34 を 10mm から 16mm の装甲板で覆うというものでした。ええやん。装甲板はそのまま車体にくっつけるのではなく、70から 150mm の距離をとって搭載。側面のサイドスカート部分は、垂らして下で固定する形で搭載されました。1943年の初めには試作車両が完成。試験したところ、良好な結果が得られたそうです。やったね。やったで。そして、そのまま戦場に投入したところ、なんと、変なタイミングで来たで。なんと、ドイツ戦車に正面装甲を余裕でぶち抜かれる事態が発生しました。何してんねん。原因は？戦車正面に追加装甲は付けられていませんでした。はい？戦車正面に装甲を追加していませんでした。無駄にカットインしてくんな。てか正面が一番重要やないんか。なぜ正面部分に装甲が載せられなかったのかは記載はありません。ちなみに、装甲をつけた結果、車重は3トン程度重くなっていたそうです。かなりあるやん。当時、これとは別に正面のみ装甲を乗せた T-34 もあったらしいのですが、前方の天輪に負荷がかかるという問題があり、1943年頃に廃案になったそうです。足回りの問題の可能性があるんか。てか試験で良好な結果を得られたってどんな試験したんや。その後装甲板を 20mm に強化するという案が出されたものの、よく考えたら国内に装甲板が不足していたので廃案となりました。そこでソ連の研究者らが別の案を思いつきます。これは1943年に考案されたもので、装甲板が足らなくて使えないということで、仕方なく鉄筋コンクリートを使うことにしました。もうとりあえず硬いもん使っとけって感じやん。ちなみに、第48研究所と第43設計局のコラボ企画でした。なんかガチャゲーみたいな感覚でコラボいっとるやろ。
詳しい研究内容は残されているそうなのですが、一部紹介すると、搭載する鉄筋コンクリートの厚さは23から40ミリ。結構厚めやな。試験した結果、装甲として機能することが確認できたそうです。しかし欠点として、鉄筋コンクリートの板も手作業で搭載しなければならない問題。十分な強度が出るよう、複雑な乾燥工程が必要な問題がありました。そして、いろいろ調べているうちに、装甲として期待できないということが分かり廃案となりました。待て、さっき試験して装甲として機能した言っとったやん。コンクリートの装甲は、多分意味がない説が濃厚になったものの、その後も案は出ています。まあ装甲板が足らんからな。他のもので代用するしかないんか。同年1943年、BT7 をベースに BTSV を設計したチガノフと陸軍士官学校の学生グループがコラボ。コラボ多いな。作ったのは見出しで紹介したこの戦車です。これなんなん？取り外し可能な木製の枠を乗せてコンクリートを流し込み固めるというものでした。これはこれで問題出てきそうやで。冬場はコンクリートが固まりにくいという欠点があったのか、先ほどから出てくる第48研究所は、冬季限定としてこの型枠に、濡れた砂利、砂、おがくずを入れて凍らせることで、80ミリの装甲として使う案を提案しています。もはやコンクリートですらない氷装甲。めっちゃ弱いと思うよね。試験した結果、ドイツの75ミリ砲では、300メートル離れれば貫通できなかったと報告されています。なんかさっきからこの試験ってのがめっちゃ怪しいで。結局、この2つの案は廃案になったらしいのですが、さらに、ソ連科学アカデミー物理科学研究所は、独自の追加装甲を発表。なんかすごそうなところや。やっと本命来たで。彼らは、25から35ミリ程度の金属の棒を使う案を思いつきました。ちなみにこれは鉄筋コンクリートに使う鉄筋です。どんどん簡素になっとるけん。これを網状に縦横隙間を空けてくっつけます。戦車の表面から100から200ミリ空間を空けて設置すれば完成です。現代で言うと、刑事装甲とかスラットアーマーなどと呼ばれているものに似ていますね。この網装甲は、通常の砲弾から、成型策略弾などの砲弾にも有効で、かつ、低コストで効率的に搭載することができるとして、戦車工業人民委員部が採用を決定します。これで守れるんか？その後、T34 と T70 のそれぞれ5両に網を搭載して、1943年7月に陸軍に引き渡されました。どうなったん？この戦車がその後どうなったのかは記録がないそうです。何してんねん、これ撃破されとるパターンやろ。T34 には85ミリ砲を搭載した火力を強化したモデルは作られているのですが、車体本体の走行圧は確かそこまで大きく変わっていないはずです。車体本体の走行圧を変えると再設計とかになりそうやからな。T34、85M という正面走行を強化したモデルは一応あるのですが、足回りに問題があり、試作車両が生産されただけで量産されることはなかったそうです。失敗はあったけど、走行をどうしようか様々な案があったことがようわかったわ。このような走行板や網を側面に搭載したものがソ連では運用されており、もしかしたら一連の研究が活かされたのかもしれませんね。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。